主人公たちが強くなると序盤のボスが小物に見えてくる悲しさ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年43号、ワンピース最新話1093話、ルフィ VS キザルを考察します。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。その前に前回1092話の話をしておきましょう。1092話の語呂合わせは事前に火の国だと予想しましたが、コメント欄コロスケさんからは火の国とは小田先生の故郷熊本県のイメージではないか、そんな気づきをいただきました。熊本県は確かに火の国と呼ばれ、阿蘇山という活火山があり、マスコットもくまモンですから、マグマ VS クマにぴったりの回でした。それではいつものように1093話の話数の理論を考えましょう。1093話の類似話数は93話と193話です。93話のタイトルは下へ参ります。ルフィがアーロンを下へ踏み潰して勝利する。一方1093話ではルフィがキザルのコピーをドーンウィップとドーンスタンプで踏み潰して消す。ちなみに93話の隠し語呂合わせはクザン。クザン、下へ参ります。扉絵は海軍の裏切り者モーガンに切られるガープ。一方ガープを倒したクザンは1081話でガープの大技ブルーホールで海の下へ参ります。クザンはモーガンと同じく海軍の裏切り者です。そして1093話でキザルも海へ落ちそうになっている。さらにベガパンクたちもエッグヘッドの仮装下へ参ります。次に193話は理想郷戦艦プルトンの話ですが、1093話に古代兵器の話はない。しかしながら1093話には様々な銃器が登場しています。ベガタンク8にフランキー将軍、そして人間兵器パシフィスタです。となると、もしかして古代兵器戦艦プルトンの形って戦艦と思わせて古代ロボットなのかどうなんでしょうか。続いて1093話の反転話数も考えましょう。1093話をひっくり返すと391話悪魔と呼ばれた少女。こちらもバスターコールプルトンのような話です。そして391話のタイトルは悪魔と呼ばれた少女。1093話のボニーはベガパンクからまるで少女のように呼ばれています。以上が話数の理論一つなぎです。続いて本編の流れを考察しましょう。1093話のスタートはモンキー D ルフィ VS キザル。1093話の扉絵もモンキー&モンキー。そしてさらにこの後モンキーは増殖します。ここでルフィはキザルを掴んだままぐるぐる回す。これが1093話の話数の語呂合わせ一つ目。人をくるみでしょう。キザルを手でくるんだまま遠くへぶん投げるルフィ。キザルは参ったねーといつものようにどんくさい喋り方です。これが1093話の話数の語呂合わせ2つ目。どんくさいでしょう。高速で動けるキザルは最もスピードがある男ですが、その喋り方は逆にどんくさい、ノロノロしています。このノロノロはもう一度後でキザルと繋がってきます。またぐるぐる回されたキザルは余裕の表情です。カイドウのようにトゥーンに変化していません。つまりニカのふざけた能力にビビったら人はトゥーンに変化してしまうのか。もしもそのような設定であれば納得です。ビビったら負け。これはワンピースでずっと言われてきた設定だからです。例えば549話で黒ひげは恐れたやつが負けなのさ。そのように言っていましたから、トゥーン化していないキザルはニカルフィにはビビっていない。一方アトラスはこの隙にパシフィスタの命令権を書き換えるためにエッグヘッドの仮想へ向かうという。この時ベガバンク本体も一緒に行くという。これが1093話の話数の語呂合わせ3つ目。Take me でしょう。Take me とは私を連れてってです。ベガバンクだけでなくこの後サンジもそしてフランキーも私を連れてってと次々と合流していきます。そんなベガバンクとサンジの目的とはボニーの救済だという。これが1093話の話数の語呂合わせ4つ目。人を救済でしょう。この語呂合わせはこの後戦闘丸そしてルフィにもつながります。またベガバンクはボニーをまるで少女であるかのように扱って話しています。そう、1年前ツイッターで考えましたが、やはりボニーの実年齢は少女、子供のようです。すると黒ひげに拘束された時、この手錠は海楼石ではなかった。さらにこの時黒ひげはボニーに俺の女になれと誘っています。黒ひげロリコン説。いや、黒ひげはボニーを大人だと思っているでしょうから、誘ってみたら未成年だった。極楽とんぼ山本さんと同じような事件でしょう。
場面は変わってファビリオフェーズ。ボニーが海軍たちを老人や子供に変化させて交戦中。どうやら毛猿に蹴られてバリアーに焼かれたボニーはかろうじて生きていた戦闘丸に救済された模様。これも語呂合わせ人を救済。さらに場面は再び上層のラボフェーズ。ゾロ VS ルッチ。ゾロは刀に覇王色と炎をまとわせて覚醒ルッチと取っ組み合い。これが1093話の話数の語呂合わせ5つ目。取っ組み合い。取っ組み合い。これは2週間前予想できました。ここでゾロはルッチを煽ると、ルッチは4校のナンバー2、殺しがいがあるというまたもやダサいセリフを言ってしまうルッチさん。ゲットに上陸した際はルフィを4校とは認めないと言っていたのに、もはやルッチさんは小物そのものです。場面が変わって海に落ちそうなキザル。しかしキザルは空中で方向転換します。一部のロギア系の能力者は空を浮遊できます。煙のスモーカーや砂のクロコダイルなど実体がなく空中に浮ける能力なら本体も空中に浮けるようです。そしてキザルは高速で移動できますから素早くエッグヘッドに戻れる。そんな方向転換したキザルはヤサカニのマガタマを放ち、自らも光に変化してエッグヘッドへ高速で舞い戻る。そしてニカルフィの前に現れた無数の光の玉はなんと全てキザルと同じ形、コピーとなって実体化。増殖したキザルのコピーが襲いかかってくる。これが1093話の話数の語呂合わせ6つ目。インクリース。インクリース。インクリースとは英語で増量増強という意味です。光光子であるキザルのコピーはまるでフォクシー。ノロマ光子を操るフォクシーも分身していました。ノロノロの実のノロマ光子のフォクシーと、喋り方はどんくさいけど高速移動の光子キザル。そんな無数のキザルが光の剣を出してルフィを襲う。このキザルの能力、光の実体化については1ヶ月前からこのように考えてきました。こちらです。ロギア系の覚醒技を見せてくれるかもしれません。バラミシア系とゾーン系の覚醒は語られていますが、ロギア系の覚醒はまだ語られていません。となると、2週間前考えたように、キザルは光の巨人を作って対抗するかもしれません。実体のないロギア系の覚醒とはおそらく実体化だと考えていますから、キザルは光の巨人を作り出しそう。それこそが巨大な戦いなのか。実体のないロギア系の覚醒とは実体化であると考えました。つまり光を実体化できるキザルはすでに覚醒しているのか。さらにキザルは光の巨人を作り出すとも考えました。自分のコピーを自由に作れるなら、作ろうと思えばキザルは光の巨人も作れそうです。とにかくキザルのコピーは綺麗に並んだ軍隊となっている。これが1093話の話数の語呂合わせ7つ目。手組。手組でしょう。手組とは数人で軍隊を組むこと、あるいは物事の段取りを組むという意味です。これはキザルのほかベガタンクや、そしてパシフィスタにもかかっている語呂合わせです。そんなキザルのコピー軍団に対してルフィは方向転換してゴムゴムのドーンウィップ、ゴムゴムのドーンスタンプ、キザルのコピー軍団を連続で踏み潰して片付けました。しかしそこにはキザルの本体はいない。キザルの本体は指令室に舞い戻り、ウソップの首をくるんで掴んでいる。一方この隙をついてベガバンク、アトラスサンジは空島の島雲の車輪がついたベガタンク8という車両で下へ参ります。もちろんこの車両をキザルは見逃さない。ビーム攻撃で狙い撃ちです。しかしこのビームをルフィが間一髪食べた。体の中にキザルの光を入れ込んだ。これが1093話の話数の語呂合わせ8つ目。入れ込み。入れ込みでしょう。9は9つなので5と読みます。光を体に入れ込んだモンキー D ルフィは黄色く光っている。ピカピカのキザル D ルフィ。これが1093話の話数の語呂合わせ9つ目。ティンクルミー。ティンクルミーでしょう。ティンクルとは光や星がピカピカと輝くという意味です。体内の光を放出して神々しく輝くニカ。光は電磁波の一種ですからゴムであるルフィには効かない。つまりキザルの天敵はゴムのルフィと光を閉じ込める闇の黒ひげの2人でしょうか。神々しく光るルフィはまさに太陽の神ニカ。場面はそこからエッグヘッドの仮想へ。上から下に降りてきたベガタンク。ここでアトラスが叫んで50体のパシフィスタの命令権を再び書き換える。これも語呂合わせ手組。これでパシフィスタの軍隊はベガパンクのもの。いや違う。ここでサタン星の表情が曇る。
パシフィスタの命令権トップは五老星なのです。五老星が来ていることをベガバンクたちは知らない。つまりいよいよサターンが上陸する条件が揃った。そのサターンをまず初めに迎え撃つのはサンジとフランキーでしょうか。そう、科学防衛武神サターン星 VS 元ジェルマの科学の戦士ビンスモークサンジ、そして未来から来たフランキー将軍。科学対決が始まるのか。そしてサターン星はもちろん恐るべき姿に変身するでしょう。さらに僕は昔から五老星は若返ると考察しています。それは例えばセイントセイヤの五老峰の銅湖のように脱皮して若返るのか。さらに鉄の巨人も動き出していますから、エッグヘッドはどうなってしまうのか。例えば鉄の巨人はルフィと合体してバイキングの鎧のようになるのか。またサターンがパシフィスタの命令権をさらに書き換えた場合、それを止めるのは最終的にボニーか。コメント欄ではそんな秀逸な考察も見られました。ボニーなんてもうどうでもいい。そんな風に舐めていたサターンがボニーに出し抜かれる展開が来るのか。なぜなら血統因子には体験が蓄積されていると言います。つまり熊のパシフィスタはボニーの命令を聞くでしょう。そしてカリブーにはどんな役割があるのかまだまだ見逃せません。以上です。続いては次号1094話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1090話のルイージはスーバー94話と194話です。94話ではルフィがナミにお前は俺の仲間だ。それならば1094話ではパシフィスタはベガバンクの仲間だ。いや五老星の仲間だ。どちらでしょうか。次に194話は鉄を切るゾロ VS ミスター1。この時はまだ鉄を切れないゾロ。それならば1094話はゾロ VS ルッチか。しかし決着はその次の1095話でしょうか。なぜなら195話がミスター武士道だからです。続いて1094話の反転話数も考えましょう。1094話をひっくり返すと491話トビウオライダーズ。491話には人手のパッパクが登場。人手イコール星ならば1094話ではやはり五老星が上陸するのか。さらに1094話の語呂合わせも考えましょう。1094話の話数の語呂合わせは独身、投下する、人を救死、特殊などが考えられます。ちなみにこのままいけばやはり1096話ドクロの回でサターンは変身する。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。